100円でいいんです。どうかお願いします。カゴ満杯に入っている大量の草を見た俺に、その女性は言った。いくらうちが廃業寸前の旅館だとはいえ、直接売り込みに来ることなどあるだろうか。ましてやたった100円だとしても、大量の草を買い取るなど、もはや寄付に近い。しかし、使い古された作業着を着て、草を買ってほしいと懇願する人を、無限にすることはできないだろう。彼女の話を聞けば聞くほど、人事とは思えなかった。俺はカゴの中身をよく見てみた。すると、そこから立ち上る香りに思わず目を見開いた。これは、単なる草ではない。俺は興奮を抑えきれず、震える声で言った。申し訳ありません。100円では買えません。女性の表情が一瞬曇った。しかし、俺は続けた。こんな素晴らしい構想と野菜を、たった100円で買うわけにはいきません。1万円でお願いできませんか？俺は一口かじった野菜の驚くべき甘みと深い味わいに思わず声を震わせていた。これこそが俺たちの旅館に必要なものだった。運命の出会いとはこういうことを言うのかもしれない。女性の目から大粒の涙がこぼれ落ちた。そしてこの出会いが俺と彼女、旅館を巻き込む大きな物語の始まりになるとは、その時はまだ知る由もなかった。俺の名前は佐藤翔太。老舗旅館、夕凪荘の支配人だ。もともとは料理人として修行を積んでいたのだが、両親が亡くなったことを機に旅館を引き継いだ。そして今は一人で何とか切り盛りしている。だが最近は事務所で帳簿とにらめっこをする日々が続いていた。今この旅館は崖っぷちの赤字経営に直面しているのだ。大きな要因としては、新しい大手ホテルがこの地域に参入してきたことにある。だが、それだけならここまで客離れを起こすことはなかっただろう。問題は、旅館の売りでもあった。地元の新鮮野菜の入荷ルートをすべてホテルに取られてしまったことなのだ。うちよりも客室数がはるかに多いホテルなので、すべての野菜を買い取っているのだ。しかも、噂に聞けば、金額もうちの倍は出しているらしい。付き合いの長い農家さんたちは、申し訳ないと何度も言ってくれたが、こんな好条件を断ってくれ、などということはできなかったのだ。野菜が手に入らない状態でも、どうにか料理の質を落とさないようにと、俺は料理人側としても頑張った。地元ではなくても、少しでもいい野菜を探し、今までのような素材を生かした料理を作ってきた。料理の味には自信があった。だが、旅館のアピールとしては、やはりそれではダメだったのだ。地元の素材を、野菜をゆっくりとした旅館で存分に味わえるという謳い文句を失ったこの旅館の来客数は落ちていく一方となってしまったのだった。今月もまた赤字。くそー。もう何をどうすればいいって言うんだよ。顔を上げたその先には、まだ俺が子供だった頃、両親や従業員たちと一緒に旅館前で撮った写真が飾られていた。大切な旅館を潰したくはなかった。だが、不意に苛まれる孤独と不安感にどうしようもなくなることもあった。そういう時はいつも写真の中の両親に語りかけていた。まだ踏ん張れるはずだ。よし、もう一度付き合いのあった農家を回ってみるか。落ち込んでは奮起する。繰り返しの日々への不安を振り払うように、俺は今日も仕入れルート確保へ向かったのだった。そんなギリギリの日々が続いていたある日、その日は少し肌寒く、風が扉をたまに揺らしていた。天気が崩れそうだな。飛び込み予約でも入ればいいけど。俺はそんな淡い期待を事務所で一人抱いていた。それもいつものことだった。そして、なんとなく、人の気配がした気がして、外へ出ては帰ってくる。相変わらずの予約はゼロなので、扉が開くはずなどはなかったのだ。その日も、カタッと外で音がした気がしたのだ。またいつもの気のせいだ、と思いつつも、俺は外へ出ることにした。旅館を出て、少し風の吹く中、いつもより外へ歩いてみた。すべてはなんとなくだったが、足を踏み出した途端、どさっと大きな音がしたのだ。俺は急いで音のした方へ走っていった。何の音だ？そこには、
予想だにしなかった光景が広がっていた。まるで行き倒れのように女性が倒れていたのだ。顔はよく見えなかったが、着古した農作業着を着ていて、そばにはさらに使い古されたボロボロなカゴが転がっていたのだ。意識はあった彼女を、俺はカゴも一緒に旅館まで担いでいった。すみません。彼女は力のない声で俺にそう言った。その時、初めて顔を見たが、泥に汚れ、青白い顔をしていた。旅館に着き、すぐに医者を呼び見てもらったが、過労ということだった。布団に寝かせ、少し時間が経つと、彼女はゆっくりと目を開けた。ここは、あれ？私、カゴ落として。ああ、落ち着いてください。カゴってこれですよね。俺は彼女の枕元へ置いていた、あのボロボロのカゴを手に持ち、彼女へ見せた。すると、彼女は体をゆっくりと起こし、そのカゴを大切そうに抱きしめた。私、木村彩乃と言います。本当にご迷惑をおかけしてしまってすみませんでした。自己紹介とともに、木村さんはゆっくりと話し出した。私の父は、川向こうで農業を営んでいました。母は体が弱く、父が亡くなった後は、私が一人で家計を支えています。一人で？生計を立てるほどの土地なら結構な広さでしょ？それは過労にもなりますよ。俺がそう言うと、木村さんはふるふると首を横へ振った。確かに、寝る間も惜しむような生活です。けれど、生活が苦しくなったのは少し前にあった突発的な豪雨でビニールハウスが全壊してしまったことなんです。もちろん中の野菜も全滅で、数少ない取引先に野菜を卸すこともできなくなって、もうどうしようもない状態で。話が進むにつれて、どんどん顔色の悪くなる彼女は、まるで俺自身の鏡のようだった。継いだものの、うまくいかずに崖っぷちというのは、まさに今の俺自身だったのだ。そう考えてしまうと、俺もだんだん目線が下がり始め、二の句が告げずにいた。すると、暗い沈黙の中、木村さんが意を決したように、俺の顔を見て言ったのだ。このカゴの中の草、買っていただけないでしょうか。100円でいいんです。どうかお願いします。草？そのカゴには簡易な蓋がついており、ここへ持ってくるまで中を覗くことはなかった。何か香りがするなとは思っていたが、まさか草だったとは。雑草の束を100円で買ってくれだなんて、彼女は相当追い詰められているのだろう。俺も正直、人助けができる立場ではないが、とりあえずそのカゴの中身を見せてもらった。蓋を開けると、先ほどよりも強い香りが鼻を抜けていった。これは、いろいろな種類が入ってるみたいだけど、草？はい。父が自分でこだわって育てていたものなので、私は詳しくないのですが、ビニールハウスの野菜が今ないので、もうこの草を売るしかなくて。木村さん！俺は丁重にカゴから中身を出しながら、興奮を隠しきれずにいた。彼女が草だと言ったカゴの中のものは、紛れもない野菜だったからだ。正確に言うと、香草の部類だ。いろいろ混ぜて入っていたので、香りが混じってしまっていたが、数種類入っていた。そして、どれもすべて、今までこの旅館で使っていたどのものより素晴らしい香りだったのだ。俺は夢中で、カゴの底まで漁っていった。すると、そこには少量だが、野菜も入っていたのだ。それは少しだけ収穫したものが残っていたので、人参、カブなどです。もちろんそれも含めて100円で、すごい。ここまでしっかり。どっしりとした濃い味なのにえぐみが少ない。甘みが素晴らしいな。それにこのよもぎの香り。俺は野菜を丁寧に確認していった。カゴの中には複数の香草が混ざっていたが、特によもぎの香りが際立っていた。この上質な香り、柔らかな食感。こんな素晴らしいよもぎは今まで見たことがない。これはまさに宝物ですよ。普通のよもぎとは全然違う。こんな香り高いよもぎがあったなんて。手に取ったよもぎの葉から立ち上る香りに、俺は思わず目を閉じた。父が残した夕なぎ草の味を、もう一度蘇らせることができるかもしれない。そう直感したのだ。軽く土を払って野菜にかじりつき、ブツブツとつぶやいている俺を、木村さんは唖然として見ていた。
俺はじっくりと野菜の味、香りを噛み締めながら、木村さんの作る野菜にかけてみることにしたのだ。木村さん、うちの旅館と協力しませんか？え？実は、この旅館も窮地に立っています。けれど、あなたのこの野菜があれば、抜け出せるかもしれない。この野菜の分も含めて、代金は相談させてください。いえ、これは100円で。急な話に戸惑っている木村さんにはお構いなく、俺は思わず叫んでしまった。こんな最高の野菜たちを100円で買うなんてできませんよ。せめて1万円で買い取らせてください。それでも安いと思いますが。確かに、散々いい野菜を探していた俺にとって、木村さんの野菜は逃したくないものだった。俺は大声を出してしまったことを謝罪し、改めてうちに野菜をおろしてほしいと木村さんに頼んだ。どのくらいの量を今出せるかわからないと木村さんは言ったが、俺はそれでも一緒にやりたいと真剣に伝えた。手伝えることは何でもします。一緒にやっていただけないでしょうか。木村さんは俺が差し出した手をじっと見ていたが、すぐに手を取り、強く握ってくれたのだ。私頑張ります。ぜひお力をお貸しください、佐藤さん。こうして、うちの旅館と木村さんの畑は契約を結び、俺たちはパートナーとなった。翌日、早速俺は木村さんの畑へ向かった。確かに、少し入り組んだ場所にあったが、綺麗な川からの水と山からの風、栄養分の高い土壌、そして丁寧な作業があの野菜の味を生んでいた。父はとにかく、この土地の味を大切にしていました。水、風、土の味を感じられる野菜を、と。なので、無農薬、有機栽培で全て育ててます。なるほど。素晴らしいお父様だったんですね。木村さんは言葉では答えず、笑顔で畑の方を見つめていた。そこからは、俺たちは二人三脚だった。全壊したビニールハウスはすでに建て直されていたので、木村さんに教えてもらいながら、俺は農作業を手伝った。幸い形は悪いが、味に遜色のない野菜は残っていた。そして、あのカゴの中で、鮮烈な香りを醸し出していた香草も無事だった。木村さんの父親は、シソやヨモギなどの和ハーブに特に力を入れていたのだろう。ビニールハウスで育てられるとはいえ、ここまでの味と香りのものを育てるには、研究と努力が必要だ。俺はそれを肌で感じていた。俺は、この野菜を最大限に活かした料理を無意識に考えていた。金感情に振り回され、料理のことなど、もう長く考えていなかったが、今確かに、情熱のようなものが湧き立ち出していたのだ。数週間後、うちの旅館は組数限定の予約に当分変更し、地元の新鮮野菜をアピールした営業を再開した。野菜の供給が安定するまでは、これで行くことにしたのだ。野菜の味を最大限に活かした料理と、香草のアクセントがうまく合わさるよう、毎日調理場にこもる日々だった。料理と経営の二足のわらじは大変だったが、木村さんも今頑張っているんだと思うと、不思議と頑張れたのだ。そして、俺たちの頑張りは徐々に実を結んだ。この野菜、すごい甘い。野菜ってこんなにシャキシャキしてるの？食事を終えたお客様から、毎日のように感動の声が寄せられた。まさか味噌汁でこんなに感動するとは思いませんでした。野菜の甘みが染み出て、よもぎ餅の香り、私の祖母が作ってくれたのを思い出しました。でもそれ以上に香り高くて。中には、野菜を育てている場所まで見学したいと申し出るお客様も。はじめは、たまたま予約したお客様からだったが、大好評をもらったことから口コミが広がり、予約は空きのない日が続くようになったのだ。俺は毎晩、お客様からの言葉を綾野さんへ伝えていた。彼女は毎回飛び上がるような声で喜んでくれていた。本当に嬉しいです。佐藤さん、本当にありがとうございます。それはこちらのセリフですよ。あなたの野菜があってこそなんだから。照れますね。こんなやりとりをしていると、俺はますます料理人としての熱意が高まってくるのだった。そんなある日のことだった。夕刻、満席の札をかけようとしたとき、玄関先で様子を伺っている男性の姿が目に入った。一人での来館のようだったので、急遽テーブル配置を工夫すれば、なんとかなりそうだった。申し訳ありません。
お一人様でしたらまだ対応できそうですが、その男性は何か雰囲気を感じさせる方だったが、俺はいつも通り真剣にもてなしをした。夕食後も、その男性は部屋から動く様子がない。他のお客様は次々と部屋へ戻られ、やがて館内は静けさに包まれていた。申し訳ありません。レストランはもうお時間になってしまいまして。俺が声をかけると、男性はゆっくりと顔を上げ、窓の外を見つめたまま、静かに言葉を紡ぎ出した。素晴らしい。しばらくの沈黙の後、続けて言葉が漏れた。長年、全国の料亭や旅館を巡ってきました。でもこんな懐かしい。いや、懐かしいだけじゃない。野菜本来の味わいを、こんなに見事に引き出した料理に出会ったのは初めてかもしれません。ありがとうございます。この野菜は、女性が一人で丹精込めて作ってらっしゃるんです。お客様の声、必ず伝えさせていただきます。そうですか。男性は、再び窓の外を見つめ、ゆっくりと言葉を続けた。よろしければ、男性は言葉を探るように、一瞬置いてから続けた。この味を、もっと多くの人に届けてみませんか？え？実は、来月、この地域でフードイベントがありまして、地元の旅館やホテルが集まって、それぞれの名物料理を振る舞うんです。俺は少し考えた。確かにうちは、今まで外部のイベントに参加したことはなかった。でも、せっかく復活できたユーナギソウの味、もっと多くの人に知ってもらうチャンスかもしれない。そんな俺の迷いを見透かしたように、男性は優しく微笑んで言った。あのホテルに目に物見せてやりたいでしょ？あのホテルも、このイベントに参加するんですよ。今この勢いがあれば、客を取り戻せると思います。この旅館、ユーナギソウを潰そうとしたあのホテル、考えないようにしていた気持ちが、また吹き出しそうになり、俺は彼の言葉に耳を傾けたのだった。あのホテルの総支配人、黒岩哲也とは知らない仲ではない。それは単に同業者というわけではなく、黒岩は以前ユーナギソウの料理人だったのだ。高校を中退して家へやってきたのだ。まだ小学生にも満たない俺の記憶に残っているあの人は、父の下でいつも真剣に働きながら、口癖のようにこう言っていた。翔太、俺必ずこの旅館を世界的に有名にするんだ。世界？俺アメリカに行くの？そういう意味じゃねえよ。海外から来るんだ。客がユーナギへ。こんな山奥来る意味ないよ。翔太は子供だからな。ここには最高のものが揃ってるんだぜ。景色、建築物、そして料理。これを味わえない人生なんてかわいそうだろ。だから俺が有名にすんだよ。難しいけど、黒岩すごいな。おう。自信家で努力家。そんな彼に、俺はいつもひっついていた。周りからは兄弟だと思われるほど、いつも一緒にいたほどだった。周りも、そんな俺たちをいつも優しく見守ってくれていた。だが数年後、突然別れは来たのだ。父と口論が最近多いなと思っていたのだが、突然彼は旅館を去ってしまった。後々、父から聞いた話で、それが経営方針の対立だったらしい。熱意が強いあまり、我を曲げられなかったのだろう。子供だった俺は毎日泣いていたらしい。正直あまり覚えていないのだ。楽しかった日々がガラリと変わってしまったことに、慣れるにはかなりの時間がかかった。ようやく仕方ないと諦め、俺は彼のことを忘れることに努めたのだった。だが、幾年ぶりに見た彼はテレビの中にいたのだ。若きホテル王として、数々の人気ホテルを国内に建て、どのホテルも大成功。海外進出も遠い話ではないと言われていたが、彼はなぜか、この土地へやってきたのだ。あの人がなぜここを選んだのかはわからない。彼はあの日、ユーナギソウとこの土地を捨てたのだと思っていた。ただ、彼の決断で、ユーナギソウが窮地に立たされたのは、紛れもない事実なのだ。わかりました。参加します。俺は複雑な思いを抱えながら、イベント参加を決めたのだった。翌日、俺は早朝、木村さんの畑へ来ていた。畑の様子を見るのと、イベント参加を伝えるためだ。イベント内容は、この土地にある、
いくつかのホテルや旅館の人気料理を食べられるというフードイベントだ。なので、木村さんとも話し合いをしておきたかったのだ。だが、木村さんは心ここにあらずな雰囲気で、少し複雑な顔をして話し出した。佐藤さん、実は昨日、あのホテルの総支配人が来られたんです。黒岩さんでしたっけ？なんで？夕凪荘ではなく、黒岩さんのホテルに野菜をおろしてほしいって、契約金も倍出すからって。木村さんの話を聞いて、俺はようやく分かった気がした。あの人は、夕凪荘を徹底的に潰したいのだろう。復活した最大の理由である、木村さんの野菜も奪ってしまおうとしたのだ。野菜は十分に足りているはずだ。なのに、破格の金額を出してまでうちを潰したいのだ。もう父もいないというのに。俺が曇った表情をしたからか、木村さんは慌てて手をバタバタさせた。もちろん断りましたよ。あの人、急に来て野菜も食べずに、お金をたくさん出すからなんて、馬鹿にしてます。しかも、佐藤さんと一切関わらないのならなんて、意味のわからない条件までつけてきて、それに、私が今野菜を作ってるのは、お金とかそういうのじゃもうないんです。でも、木村さん、いいのかい？俺のことは気にしなくていいんだよ。俺の言葉に、木村さんは笑顔で畑の方を見つつ答えた。ここにいる子たち、野菜は私の子供なんです。綾野さんは少し震える声で続けた。毎日水をやって、土を耕して、時には優しく声をかけて、父から教わったように、一つ一つに心を込めて育ててきました。だから、高く買ってくれる人じゃなくて、この子たちの声に耳を傾けてくれる人に料理してもらいたいんです。綾野さんは俺の方を向き、まっすぐな瞳で見つめてきた。翔太さんは、初めて会った時から、この子たちの声を聞いてくれました。あの時、たった100円の草だと思っても、丁寧に見てくれて、一口かじって、こんなに目を輝かせて喜んでくれて。涙で潤んだ瞳で、綾野さんは微笑んだ。それは翔太さんだけなんです。私の野菜の気持ちを本当に理解してくれたのは、翔太さんだけなんですから。一度深く息をついて、綾野さんは続けた。だから、私負けたくないんです。お金で野菜を奪おうとする人たちに、絶対に負けたくない。綾野さんは、土のついた手をゆっくりと握りしめた。最初は、みんなに笑われたんです。女一人でこの広さの畑なんて無理だって。本当は兄がいたんですけど、農業じゃ未来がないって言って、家を出て行ってしまって。綾野さんの声が少し震えた。近所の人にまで、兄さんみたいな若い男性でも見切りをつけた農業を、あなた一人で何ができるっていうのって、そんな無理するくらいなら、畑を売った方がいいって。一瞬うつむいた綾野さんだが、すぐに顔を上げた。でも、私にはこの畑しかなかった。父の大切にしていた土地も、野菜も、全部諦めたくなくて。正直、自信なんて全然なかったんです。でも、彼女は俺の方を見て、柔らかく微笑んだ。翔太さんと出会って変わりました。あの日、たった100円の草の束だと思っても、こんなに目を輝かせて喜んでくれて、私が守ってきた野菜を認めてくれた人がいた。やってきたことは間違いじゃなかったんだって、初めて本当に思えたんです。綾野さんは深く息を吸い、力強く言葉を続けた。この土地の野菜の本当の価値をみんなに知ってもらいたいんです。父が命を懸けて育てた野菜たち、そして私が引き継いだ思い、フードイベントできっと伝わるはずです。翔太さんの料理となら。綾野さん。朝一番で収穫した野菜を最高の状態でお届けします。だから、翔太さん、一緒に頑張りましょう。彼女の瞳には迷いのかけらもなかった。俺は無言でうなずいた。この思いを必ず形にしてみせる。それから2週間後、フードイベントの当日を迎えた。夕凪荘としては、イベントに合わせて、期間限定で、組数限定の予約制にしていたのを、ようやく全室オープンまでこぎつけられた。久々の老舗旅館としての堂々オープンに、従業員のみんなも気合が入っていた。日々の忙しさは増したが、その合間を縫って、
綾野さんと相談しながら、イベントで出す料理を考えていった。俺は最後まで迷った末、シンプルながらも旅館の真髄を伝える2品を選んだ。一つは、よもぎと春野菜の優しい味噌汁。もう一つは、香り立つよもぎ餅だ。味噌汁は、綾野さんが丹精込めて育てた野菜を存分に活かすことにした。新鮮な人参、かぶ、大根を大きめに切り、食感と甘みを残すように仕上げる。野菜は小さく刻むのが一般的だが、あえて一口大に切ることで、一つ一つの野菜の個性を際立たせる。よもぎ餅はさらに手間をかけた。まず、綾野さんの畑で採れたよもぎを丁寧に選別。葉の状態が良く、香り高いものだけを使用する。これを茹でた後、しっかりと水気を切り、みじん切りにして、餅粉と混ぜ合わせる。生地を蒸し上げる際も、よもぎの香りを最大限に引き出すため、蒸し時間を細かく管理。蒸し上がった生地は、まるで春の草原のような鮮やかな緑色で、よもぎのすがすがしい香りが立ち込める。これを一つ一つ丁寧に手で丸め、きな粉をまぶす。きな粉は香ばしさを引き立て、よもぎの香りとの相性も抜群だ。翔太さん、野菜の切り方、いつもと違いますね。と、綾野さんが覗き込んできた。ええ、イベントだからこそ、野菜の味わいを存分に感じてもらいたくて、この大きさなら、野菜の甘みがしっかり伝わるはずです。綾野さんは微笑んでうなずいた。父も、野菜は本来の味を生かすのが一番って言ってました。その言葉に、より一層身が引き締まる思いがした。地元の素材を生かし、伝統を大切にしながらも、新しい息吹を吹き込む。それこそが、夕凪荘の目指す道なのだと、改めて確信できた瞬間だった。そして、野菜の鮮度にもこだわることにした。野菜は朝採りのものを使おうということになった。俺は先に会場へ行き、出汁などの準備をしつつ、綾野さんには野菜を収穫してもらい、トラックで会場まで運んできてもらう、という流れだ。なので、俺は会場で綾野さんのトラックが来るのを準備しながら待っていた。会場の外には、すでに来場者が集まり出していた。想像していた以上に人が集まっているようだ。他のブースからも、いい香りが漂ってくる。うちも早く、調理にかかりたいところだった。しかし、全く綾野さんは現れないのだ。よりにもよって連絡もつかない。事故にでもあったのではないかと、嫌な予感が俺の頭にはよぎり出した。迎えに行くにも入れ違いになるかもしれない。すると、人気のない会場の片隅から、靴音が響いてきた。朝早い時間帯で、まだ他の店も準備中。コツコツという足音だけが、妙に印象的に空間を満たしていく。久しぶりだね、翔太くん。振り返ると、そこには、ホテル王と呼ばれる黒岩哲也がいた。今や高級ブランドのスーツに身を包み、優しく微笑んでいるように見えるその表情には、どこか底意地の悪さが滲んでいた。ずいぶん大きくなったじゃないか。まあ、経営の方は大変そうだけどね。当たり前か。あんな時代遅れな旅館、誰が行くって言うんだよ。昔、父と何か言い争っていた記憶がかすかに蘇る。黒岩の夕凪荘に対する憎しみのような感情だけは、今もはっきりと伝わってきた。そうだな。黒岩は、上着のボタンを外しながら、わざとらしく考え込むような仕草を見せた。君のことを、可愛がってたから心配なんだよ。そうだ、君の旅館を10万円で買い取ってやろうか。これなら借金も少しは減るだろ。何を言って。思わず声が震える。父から受け継いだ大切な旅館を、たった10万円で侮辱するなんて。おや、怒らせるつもりはなかったよ。まあ、今日のイベントを楽しみにしているよ。ところで、黒岩は意味ありげな目つきで周りを見渡した。君の連れ、まだ来ていないみたいだね。配達が遅れるのは、この業界じゃ致命的だけど、まあ、なんともないといいね。その言葉に、俺は背筋が凍る思いがした。黒岩は何か企んでいるのだろうか。それってどういう。じゃあ、せいぜい頑張ってね、翔太くん。俺の言葉を遮って、黒岩はキビスを返し、高価な革靴の音を響かせながら立ち去っていった。まるで、勝負はすでについている、とでも言うように。そして、ついにイベントが始まってしまった。俺は何度も綾野さんへ電話をかけながら、開いていないのかと聞かれて、
お待ちくださいと謝るのを繰り返していた。来場者の方には申し訳ないが、一旦テントを見えないようにし、準備中の札を貼った。責任者である以上、他の人に謝罪させるわけにはいかなかったのだ。綾野さんの無事を祈りつつ、テントからそっと外を覗くと、黒岩のホテルのブースは、もともと大きいにもかかわらず、大行列ができていた。有名ホテルの高級食材を使った料理を格安で食べられるというのは、人が集まって当たり前だろう。建てられた上りには、別の土地の有名ブランド牛の名前がデカデカと書かれていた。地元のものでなくても、結局美味しければいいのではないかと、この大行列を見ているとつい考えてしまった。だが、俺はすぐに自分の頭を叩いた。確かに、この景色と眺めの良さがあれば、料理は美味しければ何でもいいのかもしれない。だがそれは他のホテルの話だ。有名義荘はそれではダメなのだ。綾野さんの野菜をみんなに食べてもらうことが今日の目的なのだと改めて心を決めた。その時、ようやく綾野さんと連絡がついた。綾野さん、どうした？大丈夫ですか？トラック。電波が安定しないのか、綾野さんの声が聞き取りにくかったのだが、聞こえた単語だけでも状況は分かった。タイヤ、パンク、ごめん。綾野さん、落ち着いて、大丈夫だから。そこで通話は切れてしまった。どうやらトラックのタイヤがパンクしてしまったようだった。俺は旅館にしっかり野菜を届けるために、綾野さんがトラックの整備もしっかりしていることも知っている。突然こんなことが起こるだなんてあるのだろうか。テントから出て考え込んでいる俺を黒岩がニヤニヤと見ていることは分かっていた。嫌な考えが頭をよぎる。俺はいても立ってもいられず、黒岩に詰め寄った。お前、何かしたんじゃないだろうな。思わず襟首を掴もうとした俺の手を、黒岩は軽々とかわした。おっと、怖い怖い。随分と乱暴な言葉遣いだね。そんな失態を晒していいのかな。いくら潰れかけの旅館とはいえ、有名義荘の若旦那なんだろう。黒岩は、涼しい顔でスーツの襟を軽く正しながら続けた。私に何ができるって言うんだい？道路は誰もが使う公共のものだし、事故だっていつ起きるかわからない。ねえ。意味ありげな微笑みを浮かべたまま、黒岩は背を向けた。その時だった。翔太さん、お待たせしました。突然、大型のトラックがイベント会場に入ってきた。運転席から綾野さんと、助手席から山田さんが降りてきた。そして後ろからは、別の軽トラックが何台も続いて入ってきた。見覚えのある顔ぶれ。以前有名義荘と取引のあった農家の人たちだ。綾野さん、怪我してないか？このトラックは、道の途中でタイヤがパンクしてしまって、本当にごめんなさい。でも、皆さんが通りかかって助けてくださったんです。綾野さんがそう言うと、長年有名義荘に野菜をおろしてくれていた山田さんが、助手席から降りながら、静かに付け加えた。タイヤはわざと切られてたな。釘が刺さってたよ。こんなの事故じゃない。山田さんの声は低く抑えられていたが、怒りが滲んでいた。後から到着した農家の方々も、同じように憤りの表情を浮かべていた。翔ちゃん。言える立場じゃないのは分かっとるが、わしらにも手伝わせてくれんか。実はな、あのホテルと契約した時からずっと胸が苦しかったんだ。他の農家の方も続いた。でも今日、綾乃ちゃんが困ってるのを見てたら、もう我慢できなくてな。翔ちゃんとこの旅館が苦しい時に、見て見ぬふりをしてたこと、本当にすまなかった。年配の農家の方々は、長年の付き合いがあった分、有名義荘との取引を切らなければならなかった時の、苦しい胸の内が、今になって溢れ出してきているようだった。皆さん、俺は込み上げる思いが涙に変わるのを、ぐっと我慢しながら頭を下げた。こちらこそです。本当にありがとうございます。そして、みんなで急いで野菜を運び込んでいった。だが、そこにガツガツと、怒りを含めた足音が近づいてきたのだ。黒岩だった。貴様ら、この私との契約を保護にするつもりか？今すぐ、手伝いなどやめろ。契約を切っても構わないのか？会場がざわつき始めた。おそらく、農家の皆さんは、以前黒岩が綾乃さんのところへ来た時のように、破格の契約をしているに違いない。そして、有名義荘へは一切関わらないことなども、
きっと契約に入っていたのだろう。俺と黒岩の関係にみんなを巻き込むわけにはいかなかった。だが、毅然とした声が響き渡ったのだ。勝手にするがいいさ。お前さんの強引さにはもうついていけん。綾乃ちゃんに嫌がらせしたのもあんたんとこじゃないのかい。何よりあんた、丹精込めて作ったわしらの野菜をろくに使ってないだろう。黒岩は片手を腰に当て、もう片方の手を宙に浮かべ、指を一本ずつ折りながら、まるで子供に教えるような誇張された口調で言った。ちゃんと使っているさ。ミニサラダ。朝のバイキング用。ああ、そうそう。そこで彼は意図的に間を取り、わざとらしく天を仰いでから、口の端を吊り上げて続けた。ステーキの付け合わせとかな。まあ、野菜なんてどこで作ったって同じようなもんだろ。それとも何かい？相場の倍の値段で買い取ってやってるのに、まだ文句があるってのかい？苛立たしげに、額の汗を拭いながら、さらに声を荒げた。野菜なんて所詮、メインの脇役でしかない。高く買ってやってんだから。使い方なんて俺の勝手だろうが。その傲慢な態度に、農家の人々の表情が一斉に険しくなった。あんた、うちに来て早々言ったこと覚えとるかい？山田さんは拳を握りしめ、声を震わせながら叫んだ。この土地の野菜を大切にしたい。農家の皆さんと一緒に地域を盛り上げたい。うちに来た時は涙まで浮かべて、そう言ったじゃないか。この土地の野菜に感動したって、そんな嘘くさい芝居に騙されて。山田さんの目から大粒の涙がこぼれ落ちた。その横で、他の農家の人々も拳を握りしめ、なだれていた。その言葉を信じて、金に目がくらんで、私ら長年の付き合いのあるユナギソウを裏切ってしまった。そんな自分が。山田さんは胸を叩きながら声を荒げた。恥ずかしくてたまらんのじゃ。これが私らの答えや。もう二度とあんたに騙されんぞ。その絞り出すような叫びは、長年胸に溜め込んでいた後悔と怒りが一気にほとばしり出たかのようだった。後で泣きついても知らないからな。捨て台詞を吐き、黒岩は自分のブースへ戻っていった。翔ちゃん、旅館が大変なことは分かっておったのに、わしらは自分らの生活を守るのに一生懸命で、見て見ぬふりをしとった。ずっと一緒にやってきたというのに、夕なぎに絶対に野菜をおろすなって、脅しにも従うしかなくて、本当に申し訳なかった。農家の人々は一斉に深々と頭を下げた。皆さん、もういいんです。今日こうやって助けてくださってるんだから、頭を下げたままのみんなの姿に胸が熱くなる。俺は大きく手を広げ、みんなを見渡しながら声を張り上げた。今からうちも大急ぎで準備をします。できれば力を貸していただけると嬉しいです。泥落とし手伝ってもらえますか？すると、山田さんが真っ先に袖をまくり上げ、目を拭いながら力強く答えた。ああ、任せてくれ。その声に呼応するように、他の農家の人々も次々と袖をまくり、エプロンを締め直し始めた。そこから、ユーナギソウチームは急いで準備を始めた。出汁などの準備はすべてできている。あとは丁寧に野菜の下処理をすれば、野菜たっぷり味噌汁の完成だ。よもぎをふんだんに使った旅館でも評判のよもぎ餅も用意してある。他のブースから遅れること1時間。ユーナギソウはようやく販売開始となった。泥付きの野菜を持って、綾野さんが率先して呼び込みをしてくれた。その効果もあり、すでに別のところで食べたお客さんがほとんどだったが、味噌汁のいい香りと、綾野さんの元気な呼びかけに、徐々に人が集まってきたのだ。そして食べた人からは、野菜ってこんなに美味しいのか、や、このよもぎの風味、他では食べられないよ、など、声が上がり出し、それがまた人を呼び、どんどんうちのブースにも活気が出てきたのだ。あえて大きめに切っている野菜は、少し噛むとほろりと崩れる。だが、絶妙に残した食感を楽しんでいると、口の中に野菜の濃い甘さがどんどん広がっていくのだ。それが出汁をしっかり効かせた味噌汁と混ざり合い、少しだけ最後に散らした大葉がアクセントになっているのだ。ワイワイと、どの野菜が美味しいと話しながら食べている人たち、じっくりと味わいながら食べている人たち、おかわりやよもぎ餅を追加で買いに来てくれる人たち、たくさんの人たちを眺めながら、準備は大変だったが、このフードイベントに参加してよかったと、
俺はしみじみ思っていた。しかし俺が旅館とはまた違う雰囲気の中で料理を作る喜びを感じていたとき、再び黒岩が現れた。遅れた割にはしっかりあがいてるじゃないか。味噌汁ね。古臭くて、夕凪らしいじゃないか、翔太くん。黒岩さん。黒岩はにやりと笑いながら腕を組み、勝ち誇ったような表情で言った。でもね、面白いものですよ。どんなに美味しい料理でも、どんなに良い評判でも、ちょっとした記事一つで、人の印象ってガラリと変わってしまうものなんです。その意味深な言葉に、俺は思わず眉を潜めた。何を言っている？黒岩は、綾野さんの方をちらりと見て、より一層意地の悪い笑みを浮かべた。おや、木村さん。君の兄さん、本当にいい仕事してくれましたよ。私の期待以上の出来栄えでした。え、兄が？綾野さんの声が震えた。どういうこと？青ざめていく綾野さんの顔を、黒岩は優越感に満ちた目で見下ろしていた。ねえ、木村さん。君のお兄さん、今何をしているか知ってる？え？兄は報道関係の仕事を。黒岩は低く笑い、まるで毒を含んだような声で言った。ははは。物は言いようだね。そうだよ。君の兄、木村優斗は、今やフリージャーナリストとして結構な名を馳せているんだ。そして、黒岩はポケットから高級な腕時計を取り出し、針をちらりと見た。私の最大の協力者でもある。今日の15時、ちょうどこのイベントの最中にね、夕凪荘に関する記事が出ることになっている。記事？ああ、夕凪荘を徹底的に貶める記事さ。衛生管理のずさんさ、料理の質の低下、経営難による食材の使い回し、ありとあらゆる嘘にまみれた記事がネットを賑わすことになる。そんな、でたらめじゃないですか。俺は思わず叫んでいた。黒岩は氷のような笑みを浮かべ、ゆっくりと首を振った。でたらめ？まあそうかもしれないね。でもね。黒岩は声を落として、耳打ちするように続けた。世に出てしまえば、それが真実になるんだよ。今の時代、一度拡散された情報は消しようがない。君たちの大切な夕凪荘の新しい真実が間もなく生まれる。卑怯だ、こんなやり方。黒岩はゆっくりとネクタイを緩めながら、より一層冷酷な笑みを浮かべた。卑怯？面白いことを言うね。世の中はね、力があるものが正義を作るんだよ。真実だって私たちの手の中で形を変える。こうやって。黒岩は指をパチンと鳴らし、世の中を意のままに変えていくのさ。夕凪荘なんて、所詮古びた一軒の旅館。どれだけ一生懸命にあがいても。そこで、黒岩は声のトーンを落とし、まるで昔を思い出すような表情を浮かべた。君のお父さんも同じだったよ。あの頑固一徹な男は、時代の流れが読めなかった。この土地の味だの、伝統だの。そんな綺麗事を言って、結局何も変えられずに。父の名を出すな。俺は震える拳を握りしめた。だが、黒岩の言葉は容赦なく続いた。哀れだよ。親父の代からずっと変わらない料理。時代遅れの経営。そんなものが通用すると思ったのかい？記事が出た後、君の旅館に誰が来ると思う？言葉の一つ一つが重たい鎖となって俺たちを縛り付けていく。綾野さんは震える手で携帯を握りしめ、兄の番号を何度もプッシュしていたが、通じる気配はない。俺たちは、なすすべもなく立ち尽くすしかなかった。時計の針は、容赦なく、15時に向かって進んでいく。夕凪荘を潰すための歯車は、もう誰にも止められないところまで回り始めていた。その時、社長、大変です。秘書らしき人が黒岩のもとへ、青ざめた顔でタブレットを持ってきた。そして、タブレットを見ていた黒岩自身も、みるみる青ざめていったのだ。俺は急いでスマホで検索してみた。すると、今しがた更新された夕凪荘の記事が出てきたのだ。一度は経営不振と言われた老舗旅館を救ったのは、どこまでも誠実なおもてなしの心と、この美しい景色を詰め込んだような野菜たちだった。水、風、土、この土地のすべてが濃厚で甘みのある味を生み出したのかと思うと、
足を伸ばして夕凪荘という非日常な場所に赴く価値があるというものだろう。国評とは真逆の内容だったのだ。翔太さん、この記事の最後。ホテル王黒岩哲也の黒い真実。おい、読むな、やめろ。俺の口を封じるようにタブレットを掲げながら黒岩が突然突進してきた。とっさのことに俺は綾野さんを身を挺して守る。騒然とする中、静かな声が後ろから聞こえてきたのだ。ホテル王として有名な黒岩哲也は、ホテル建設のための土地を裏ルートを使い買収。従業員の超過労働、訴えを起こされそうになって裁判前に金で解決。それを繰り返している。これが黒い真実だ。兄さん？木村、貴様、私を裏切ったな。後ろから現れたのは、あの日の客だった。端正な顔立ちに知的な雰囲気を漂わせた30代半ばの男性。スーツ姿ではなく、シンプルなジャケットに綿パンツという普段着だったが、その立ち姿には独特の威厳が感じられた。あの時、深夜まで夕凪荘の料理に向き合い、真剣な眼差しでメモを取っていた客が、まさか、綾野さんの兄だったとは。黒岩は、俺たちの方から優斗さんの方へ向きを変え、すごい剣幕で向かっていく。昔、売れない記者だったお前を使ってやったのは誰だと思っているんだ。あんただよ。ちゃんとわかってる。だけどな、もう自分の思いとは違う記事を書くのはまっぴらなんだ。俺は本物のジャーナリストになりたいんだよ。この夕凪荘の記事が、俺の答えですよ。そう言うと、優斗さんは体を思いっきりひねり、黒岩を振り払った。そして、息を切らしたまま、綾野さんの方を向いた。綾野。兄さん、何がどうなってるの？優斗さんは、息を整えながらゆっくり話し出した。俺は、野菜も好きだったし、真剣に土やら水やらを研究しながら、野菜と向き合ってる親父が好きだった。俺も一緒にやりたいって、子供の頃は思ってたよ。そうだったの？そんな雰囲気は全然。兄さんとお父さんは言い合いもしなかったけど、なんとなく兄さんは農業が嫌いなんだと思ってたわ。綾野さんのその言葉に、優斗さんは深いため息をつきながら前髪をかき上げた。まあ、綾野にはそう見えてただろうな。実際合ってるよ。俺は中学もこっちにいただろ。農家の子供も多い。授業でも農業の話がよく出てきた。その度にさ、考えてたんだ。こんなに報われない仕事があるのかってな。国にとって絶対に必要なものなのに、あまりにも先が見えない。優遇されない。昇給なんてないから稼ぎも上がらない。周りにはたくさんの現役農家の人たちがいる。優斗さんは話しにくそうにしながらも、妹である綾野さんに真実を伝えたかったのだろう。視線を下げながらも話し続けた。ずっとそんなこと考えてると、親父を見る目も変わっていったんだ。無駄なことしてるってな。その野菜食ってるくせに本当にバカ野郎だよ。結局、高校卒業近くに親父と大喧嘩をした。農業に未来はないだろ。俺はそんな人生まっぴらだって吐き捨てて、卒業してすぐ家を出た。でも、俺はやっぱり農家の息子だったんだ。どういう意味？フリーの記者として駆け出しの頃、農業雑誌からオファーが来てさ、いろんな土地の農家を回ったんだ。俺は農家を捨てたはずだったのに、たくさんの人から話を聞くうちに、自分の気持ちが分かったんだ。俺は農業自体が嫌になったんじゃなくて、いろいろな現状を知られていないことに腹が立てたんだって。それからは変わったよ。たくさん取材して、記事を書いて、みんなに現状を知ってもらいたかった。けれど、そのためには、ジャーナリストとしての知名度が必要だったんだ。だが俺は弱かった。優斗さんのごくりと息を飲む音が聞こえた気がした。席を切ったように話し続けていたが、ここに来て少しの沈黙が流れたのだ。そして、先ほどより少し暗い声で、優斗さんの話は続いた。俺は業界に揉まれているうちに、農業のためが知名度のため、金のために変わり、今や頼まれた内容をただ書く操り人形になっちまった。自重気味に話す優斗さんは一切綾野さんの方を見なかった。だがふと綾野さんと目を合わせた。この土地に帰ってきて、いろんな思いが錯綜していたんだ。汚い大人になって帰ってきてしまった。でもな、
夕凪荘の料理と、綾野の育てた野菜が俺の目を覚ましてくれたんだ。料理をうまいと感じたのなんて久々だったよ。特に野菜の甘みがすごかった。土作りから水の管理まで、こんな風味と甘みを引き出すのがどれだけ大変か、俺にはわかる。親父がよく言ってた、野菜は手を抜いたらすぐにわかるって言葉の意味を改めて実感したよ。綾野が一人で育てたんだと思うと泣けちまった。綾野、俺もう一度やり直すよ。今度は流されない。ちゃんと真実を伝える記者になる。可愛い妹がこんなに頑張ってるんだしな。兄さん。俺はタイミングを見計らって、二人のそばのテーブルに味噌汁を持ってきた。よかったら、温かいうちにどうぞ。涙をこらえている兄と、大泣きしてしまっている妹。そっと差し出した味噌汁を、優斗さんが震える手で受け取った。一口すすると、新しい涙がこぼれ落ちた。うまいな。かすれた声でつぶやいた言葉に、父親から受け継いだ野菜たちへの思いが詰まっていた。何年もの溝を埋めるように、兄弟は一緒に夕凪荘の味噌汁をゆっくりと味わい始めたのだった。フードイベントから1ヶ月が経った。イベントは大成功で、参加した宿泊施設は軒並み集客数が上がり、全国から予約が来るほど有名な土地となった。夕凪荘も例外ではない。連日予約で満室になる日々を送っている。俺は支配人兼総料理長として調理場の指揮も取っている。地元の素材を大切にとの考えを共有できる人材が集まってきてくれていることもありがたいことだ。綾野さんの畑も順調だ。優斗さんも時間ができれば手伝いに来てくれている。優斗さんの記事の影響力はかなり大きく、綾野さんの畑がテレビで紹介された時はかなりの大反響だった。だが、綾野さんはいつもと変わらず、一つ一つを丁寧に育て、夕凪荘へ野菜を届けてくれている。帳簿とにらめっこしかしていなかった時からは考えられないほど、俺の環境は変わった。しかし、一番変わったのは黒岩のホテルだろう。優斗さんの記事から捜査が始まり、今、ホテルは閉鎖となっている。彼も本社の方へ戻り、警察からの呼び出しを待つことになるそうだ。あの時の記事を見た反応を思い出すと、おそらく、あの内容は真実から遠くないのだろう。もう会うのは最後かもしれないと思い、俺は後悔しないように黒岩を夕凪荘へ呼び出したのだ。そして、意外にも彼はあっさりやってきた。懐かしいな。何一つ変わってない古臭い旅館だ。で、私に最後にどんな罵倒を浴びせたいんだ、翔太くん。黒岩さん、あなたに話すのは俺じゃないです。はあ？他に誰かいるのか？表情を歪め、キョロキョロする彼の前に、俺は一冊のノートを差し出した。古い大学ノートだった。そして、その表紙には年号と、哲也と書いてあった。黒岩は、俺をちらりと見るとノートを開いた。それは、父の日記帳だったのだ。その時一緒に働いていた全員に対しての日記を、父はつけていたのだ。黒岩はパラパラとめくっていたが、ある場所でピタリと止まった。どうすれば哲也に分かってもらえるのだろうか。有名な避暑地に夕凪荘の別館を出すなんてできないんだ。それはもう夕凪荘じゃない。この土地にあるからこそ夕凪なんだ。この話をすぐに断った俺のことを、哲也はチャンスを逃したと言った。最近は非難する言葉も強くなってきている。そっちに気が行き過ぎていて、料理が雑になっていることを怒鳴ると、調理場から飛び出していった。夜探しに行ったが、部屋にいたので安心した。黒岩は眉間にシワを寄せながら、またページをめくり出した。そして止まったページ。それは日記の最後のページで、日付は黒岩がここを去った日だった。哲也が出て行った。師匠が間違っていることを証明してやると書き置きがあった。泣いたのはいつぶりだろうか。分かり合えなかったことが悲しいのか。いや、単純に哲也の居場所になれなかったことが悲しいのか。哲也ほど夕凪を愛してくれている子はいなかった。俺がいなくなっても、きっと翔太と一緒にここを守ってくれると勝手に思い込んでいた。楽しみにしていた。まだ言葉がまとまらない。この続きは哲也が戻ってきた時にしよう。きっと帰ってきてくれる。またこの日記を開く時が一日も早く来ますように。彼は黙読していたが、いつの間にか声に出しながら読んでいた。
そして、だんだんと声が震え、涙をこらえているのが分かった。師匠、バカですね。私なんかを待つなんて。こんな大バカな俺を。師匠すんません。俺、ユウナギソウにも翔太くんにもとんでもないことを。すんません。すんません。黒岩さん。ノートを握ったまま、彼は膝から崩れ落ちてしまった。何か少しでも違えば、父が望んでいた未来もあったのだろうか。それはもう考えても仕方ないことだった。俺も黒岩も、今できた道を歩んでいくしかないのだ。彼は俺に日記を託し、この土地を出て行った。後に、不正の証拠が集まり、逮捕に至ったと、優斗さんから聞いた。俺はようやく、暗闇のトンネルを抜けたような気持ちになっていた。ある天気のいい日、俺はいつも通りに、綾野さんの畑へ来ていた。目の前の人参畑から、飛び出た葉の部分が、風によく揺れている。綾野さんも作業を一旦やめ、髪をほどき。俺たちは軒先で、外を眺めながら、少し休憩をすることにした。俺はなんとなく、気になっていたことを綾野さんに質問してみた。よくよく考えてみるとさ、俺と綾野さんってここで育ったのになんで会ったことなかったんだろう。あ、私、学校は県外だったんです。小学校の途中から高校卒業まで、兄さんはずっとこっちだったんですけどね。その頃は県外に親戚がいたんで、そこから通っていて、夏休みとか帰ってきてたんですよ。俺がなるほどと思っている間に、綾野さんは台所から手作りのキャロットケーキを持ってきてくれた。使われているのは、もちろんここで採れた人参だ。確かに、子供の頃を思い出すと、兄さんって本当にお父さんが好きで、この畑が大好きだったから、ずっとここにいたんだと思うんです。キャロットケーキを切り分けながら、綾野さんがつぶやいた。俺も、黒岩がそうだったよ。本当に少しのことで人生って変わってしまうんだな。あ、うまい！笑顔でケーキを頬張る俺を、綾野さんもまた笑顔でじっと見ていた。そんなのんびりとした二人の時間を過ごしていた。綾野さんとは、最近は少しの時間でも一緒に過ごすようになっていた。少しずつでも、綾野さんと過ごした時間が増えていくのが、俺は嬉しかったのだ。俺は早々にケーキを食べ終え、紅茶を飲みながら、また綾野さんに質問をしてしまった。もし、子供の頃から出会ってたら、俺たち何か変わってたのかな？変わってたでしょうね。あっさりと答えた綾野さんに、俺は思わずケーキを落としそうになってしまった。いい意味なのか、悪い意味なのか、聞くのは正直怖かったが、思い切って聞いてみた。どう変わってたの？綾野さんはにっこりと笑った。お父さんに挨拶してもらえたかもでしょ？ああ、確かに。なら俺の方もか。両親に綾野さんを紹介できたな。詳しく聞くのはまた今度にしよう。これ以上はどんどんと心拍数の上がっていく心臓が爆発してしまうと、俺は直感した。ふと、二人同時に空を見つめた。扉を揺らすほどの風が吹き、畑の方から目が覚めるほどの鮮烈な草の香りが、二人の鼻をかすめていったのだった。順風満帆に人生を歩めた人というのは意外に少ないものだ。失敗を経験した人の言葉の方が身に染み入ることも多いだろう。それは失敗を失敗と認め、新たに動き出す勇気の重要さをみんな分かっているからかもしれない。そして、その一歩を踏み出すまでには必ず誰かの支えがある。時には感謝の言葉も言えず離れていった人も、巡り巡って再会した時、その大切さに気づくのだ。人は一人では生きていけない。だからこそ、共に歩む人との絆を大切にしたい。